るかねです。今日はこちらセリアで購入してきたね、可動式ドールボディ、こちらにぴったりの前開き襟付きシャツを作っていきたいと思います。そしてこちらのヘッドは株式会社パラボックスから発売されている21から23センチボディ用のキャラというねヘッドを使用しています。それからこのウィッグはね、樹脂粘土と毛糸で自作しました。そしてこちらをね、こちらの、ドール用のねボタンも樹脂粘土で自作したものです。これらのね作り方、また概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。そしたら材料なんですけれども、まずね型紙から作っていきますので、折り紙とそして厚紙、これねポッキーの厚紙なんですけど、お菓子のね空箱とかでも全然大丈夫です。それから鉛筆と、そして綿 100% の生地、こちらね撮影用にボーダー柄にしてますけど、真っ白のシャツがおすすめです。そして生地の色に近い色の糸、それから綿ファスナーですね、ベルクロですね。そして小西株式会社から発売されている裁縫上手布用のねボンドなんですけど、こちらね布用のボンドもちょっとねあれば便利かなと思います。その程度しか使わないです。ほとんどね手縫いで作っていきます。そしてペンチが必要ですね。このねベルクロを縫うのにかなり指が痛い目に遭いますので、ペンチがあると便利です。そしてハサミと待ち針と針を使って作っていきます。はい、こちらのね型紙は以前ね襟なしシャツを作った時に作った型紙なんですけれども、このね今回前開きシャツを作るにあたって、こちらが以前ね前身頃で、こちらが後ろ身頃やったんですけど、今回は前身頃をこの形にして、後ろ身頃をこの形にしていきます。その上でね、首のあたりをねかなりこう詰めていかないといけないということで、ちょっとペットのねセキセイインコのしのぶちゃんにここをかじられてることもあって、新しくね型紙を前開きシャツ用に作り直そうと思います。ではまずね人形の型を取っていきます。両手と両足を開いて大の字にしてねしっかり押さえます。そしてペンをね机に対して90度まっすぐに立てて、こう人形側に内側に入ったり外側に出たりしないように、しっかりねまっすぐ人形に当てて線を引いていきます。そしたらこの首のねラインの中心部分から股の中心部分までを直線にねこの折り紙を折っていきます。そしたらこのね首の中心部分から3ミリ下の部分からこの首の付け根のあたりまで U の字にねこのように書いていきます。そして首のあたり、この人形のねボディラインからだいたい3ミリのところを線を引いていきます。そしてここねだいたい1センチぐらいのところからこの脇の部分、このボディラインに対して5ミリのところにこう線を引いて、そしてこちらの線のボディラインのところから3ミリのところ、ここですね、ここに向かって涙型に線を引きます。そしてこのね股の部分から5ミリぐらいのところから大きな円を描くようにねこのように切っていきます。そしたら人形に合わせていきます。人形のね前中心にこの型紙の中心を当てて、そして脇の部分をね中心になっているか確認します。ちょうどね中央に来てるので、型のラインを次合わせていきます。型がね少し中央よりもオーバーしてしまってるので、ちょうど中央に来るようにカットしていきます。
して首がしっかり詰まっていることを確認して、中心が揃っていて、ボディの半分の中心のところを取っていて、しっかりねこうやって人形に当てて確認して、これを厚紙に写していきます。ではこれをね厚紙に写していくんですけど、前中心ね掛け合わせの部分が必要なので 5mm から 6mm 確保して線を引いていきます。こんな感じでね、ここ掛け合わせの部分になります。これが前身ごろ、そして後ろ身ごろはこれを2つねひっくり返してつなげて写していきます。これでもねまだ首が空いてるので、もうちょっとね詰めていきます。だいたい3ミリぐらい詰めておきます。このぐらいですね。では次に襟の型紙を作っていきます。襟の型紙は先ほどねこう切り出した折り紙の端っこ、どこでもいいんですけど空いてるところのほか5センチ ×4 センチぐらいを切っていきます。これ下方眼紙なんで一目盛りがね1センチになってます。4センチもうちょっと5センチだとちょっと小さいかなっていうぐらいなので、気持ちねオーバーするぐらい、これぐらいを用意して、そして半分に折ります。ちょっとこれいいかな。こういうふうに半分に折って、そして少しねカーブするようにこっちの方がいいかな。だいたい5ミリぐらいのところ、ここからね5ミリぐらいのところからこう端っこへカーブするように切っていきます。ここをね1センチぐらい切るんですけど、ここがね90度になるように切っていきます。そしたら次にちょうどねこの幅が1センチぐらいになるように、でもねこのまんまでもいいんですけど、少しね、襟の角度をつけていきます。大きく説明するとこういう形になるので、王冠みたいな形ですね。なのでここ半分で折ってるので、少しカーブさせて切っていきます。そして2、3ミリねここ折っていきます。こんな感じでね2ミリほど折って人形に当ててみます。そしてこの時にね襟が今回はねたまたまぴったりになったんですけど、長い場合はちょっとねオーバーする場合は少しずつねまた半分に折って線対称になるように切っていきます。そして短い場合ねここにこう巻いても襟がねこう届かない場合はもう一度切り直してください。ではこのね襟の型紙を厚紙に移していきます。では襟と前身ごろ後ろ身ごろを切っていきます。はい、このようにね厚紙の型紙が完成しました。ではこれをね生地に移して切っていくんですけれども、この線ね
出来上がり線で全部できてるので、縫い代ね含まれていないので、縫い代すべての周りに 5mm をね追加して切っていきます。はい、このようにね生地を切りました。前身ごろが2枚と後ろ身ごろが1枚、そして袖がね 4cm×6cm が2枚と、袖口がね 6cm×2cm が2枚、そして襟なんですけれども1枚だけね写して、そしてもう1枚取れるぐらいの分量を残してあります。ではまずね袖の下処理からしていきます。袖口をね半分に折って、そして軽くねネイルアイロンをかけて、そして折り目がね上になるようにこのように置いて、ここを縫っていきます。そして縫えたら開いて、またねネイルアイロンをかけて、ここをね押さえを縫っていきます。こちらが表側なんですけど、表側にできるだけね縫い目が見えないように裏側で 5mm 進んで表で 1mm 戻るというね縫い方をしていきます。 5mm 進んで1mm 戻ります。 5mm 進んで1mm 戻ります。また 5mm 進みます。こういう縫い方でね縫っていきます。はい、こんな感じでね縫えました。裏はこうなってます。ここをねしっかりね押さえ縫っておかないと、ここにね人形の指が挟まってねすごく着せにくくなるので、ここはちょっと面倒ですけど丁寧に縫っておきます。ではもう一つの袖もね縫っていきます。はい、このようにね袖が2つとも下準備できました。人形にね実際にこう合わせてみて、肩のねこの関節よりも少し内側、縫い代の分ですね、内側からちょうどね手首を覆えるぐらいの長さがあれば十分かなと思います。では次に襟をね作っていきます。まずねこれを半分に折って、そして下のねライン以外のこの黒いラインに沿って123辺を縫っていきます。はい、このようにねこことこことここを縫いました。そしたらこのね、角少し切り落としてひっくり返して押さえを縫っていきます。こちらが表側で、表側にねできるだけ縫い目が出ないように縫ってあります。5mm 進んで
1ミリ戻るという縫い方でね縫ってあります。なので裏側はねこんな感じになります。ではねちょっと見えにくいんですけど、この襟のここがね出来上がり線になるんですけど、ここから5ミリぐらいのところまで切っておきます。では次に身ごろの肩の部分をね縫っていきます。こちらがね表側なんですけど、表同士をこのように重ねて肩の部分を縫っていきます。肩が縫えたら次は袖をつけていくんですけど、この脇ぐりのところにね先に切れ込みを入れていきます。このままだとねこうあんまり開かないんですけど、しっかり揃えて1ミリから2ミリぐらいのね小さな切れ込みをいっぱい入れていきます。こうして切れ込みを入れるとねぐっとこのように開くようになります。そうするとね袖が縫いやすいので、こちらも切れ込みを入れていきます。そしたら開いて肩にねネイルアイロンをかけて、そしてこちらがね表側なんですけど、表と表をこうね合わせるようにこのようにして、こっからくるっとこのようにね袖をくっつけていきます。そして袖がね縫えたら少しねこのはみ出た部分、余ってる部分を切っていきます。ではもう片方の方も袖を縫っていきます。はい、このようにね袖が縫えたらこちら側が表側になるんですけど、表側を中表になるようにねこのように折り込んで、そして脇を留めてこのね袖口から裾までを縫っていきます。袖口はね2センチ開くように作っていきます。でないとね人形の手首が通らないので、そしてこの部分ねこうぽわーっと開いてくるとちょっとね不細工なので、しっかりここが閉じるようにここからね3回留めて縫っていきます。縫えたら袖の余分な部分を切り落としていきます。そして脇の部分にね4箇所ほど、袖の部分2箇所と脇下の部分2箇所に切れ込みを入れておきます。こうしておくとね後でこの脇の部分が突っ張らないので。では次に襟をつけていきます。まずねちょっと見にくいんですけれども、うっすらねこう見えている出来上がり線ですね、型紙の線に届かない程度に切れ込みをいくつか入れていきます。
そしたら身ごろの方にもね、この襟元の部分に切れ込みをたくさん入れていきます。出来上がり線にねかぶらないように入れていきます。切れ込みをねしっかり入れておくと襟元がねぐーっと伸びてまっすぐに縫いやすくなります。肩のね縫い目を揃えて後ろ身ごろのねまず中心線を出します。軽くネイルアイロンをかけて、そして襟をね半分に折って真ん中のラインにね待ち針を刺します。そしたら身ごろのね、ネイルアイロンをかけた線と待ち針の線を合わせていきます。しっかり留めて襟元のカーブにね沿って合わせて待ち針で留めていきます。この時ね前中心の線で折って襟のね付け根よりも外側に来ることを確認しておきます。同じように反対も合わせていきます。前中心がここなので出来上がり線で折ってみてね、襟元の付け根から 3mm から 5mm はみ出てれば OK です。ではうっすら見えてる出来上がり線を縫っていきます。はい、このようにね目立つ色の糸でまずはしつけを縫ってみました。一度ね人形に着せてみます。人形に着せてみて前のね中心の重なってる部分をちゃんとね確保できるかどうかを確認していきます。この段階でね襟が足りなかったりしたら襟だけ作り直しってことになりますので、ちょっとね注意が必要です。後ろの襟姿も良好です。前もねきっちり合いそうなのでこれで縫っていこうと思います。黒いしつけ糸の上からね白い糸で本縫いをしてそして、黒いしつけ糸を抜いて襟を立ててから縫い代を押さえ縫いしていきます。襟が縫い付けられたら次は前中心の部分ね出来上がり線に沿って軽く折って、そしてネイルアイロンでね線をつけていきます。は
はい、こんな感じでね、前中心を待ち針で留めて縫っていきます。前中心をね縫う時についでにね、ベルクロ一緒に縫っちゃいます。まずはずれないようにね、しっかり揃えてくっつけて、ちょうどね人形服のサイズにぴったりかなと思います。でこれでだいたい3ミリから5ミリぐらいの幅に切っていきます。そしてこのね端っこの、毛がね生えてない部分いらないのでカットしてしまいます。ではこれをね一緒に縫っていきたいと思います。ついでにね樹脂粘土ボタンも一緒に縫っていきます。あまりにねベルクロが分厚い時はペンチを使っちゃいましょう。片方がね縫えたら、そしたら反対側も縫っていくんですけど、この時ね必ずベルクロをつける側に注意してください。内側同士につけたりするとねくっつけられなくなるので、はい、このように両方縫えたら布用ボンドでねこの襟の、縫い代部分ですね、ここに少し布用ボンドを縫って落ち着かせていきます。そして最後にねシャツの裾を縫っていきます。
はい、このようにね仕上がったんですけど、ちょっとね襟がねふわっと開いちゃってるので、ここをね少し押さえていきたいと思います。襟先のね押さえを縫う前に先にねネクタイになるリボンを入れておきます。別にね縫ってから入れてもいいんですけど、ピンセットで入れないといけなくなるのでめんどくさいんでね、先ネクタイを締めてしまいます。襟先のね留め縫いは別に外れてもまたねちょこちょこっと縫えるので、外れてきても構わないので軽く縫う程度で OK です。着せるときはヘッドを取って着せていきます。毎回ねネクタイを一から結び直すのめんどくさいんでね、ヘッドを取った方が着せやすいかなということでね、この方法で私は着せています。はい、ちょっとね白背景に白で見づらいんですけど、白シャツで作るとこんな感じになります。はい、こんな感じでね完成しました。今回ねかなり首元詰めてます。なぜ詰めてるかというとね、この後、ズボンとジャケットをね着せられるようにしていきたいなと思うので、しっかりねスーツに見えるように詰めてあるんですけれども、このままねパジャマとしても使えますので、パジャマの場合ねこのネクタイ外してもうちょっと首元緩めてもらってもいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、そして Twitter やね Instagram のフォローもぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。